皆様こんにちは。今回は2016年10月より日本でも本格的に開始された AMP について解説させていただきます。AMP は Google と Twitter が策定し、2015年10月に発表したモバイルにおけるウェブページの表示を高速化するプロジェクトです。正式名称は Accelerated Mobile Pages で、各単語の頭文字を取って AMP と呼ばれています。モバイル端末におけるウェブページの表示は近年、スマートフォンなどの画面に合わせたモバイルフレンドリー表示が主流ですが、AMP ではさらに検索結果からウェブページの表示までを爆速にすることを目的としていて、新たな SEO につながる可能性がある内容となっています。AMP では Web ページに対して規定の構成が義務付けられているので、コンテンツ提供者はその規定の構成に基づいてコンテンツを制作する必要があります。早い話が Web ページを瞬時に表示するために多くの制限が設けられているわけです。AMP は2015年10月に発表された後、2016年2月から一部のパートナー企業を対象に開始されました。そして2016年10月より日本においても本格的に開始され、スマートフォンなどで Google 検索を行った時に、検索結果で AMP に対応しているウェブサイトに AMP マークが表示され、そのウェブサイトをタッチすると瞬時にページが表示されるようになりました。そもそも AMP は検索からウェブページ表示までを瞬時に行うことができる一般ユーザーのためのプロジェクトです。今のところコンテンツ提供者が Web ページを AMP に対応させたからといって Google 側での検索順位優先などの恩恵はありませんが、一般ユーザーがコンテンツの検索から Web ページの表示までを素早く行えるようになること自体が間接的に SEO につながる可能性があります。 Google のデータでは Web ページを表示する際3秒以上かかる場合に約 40% のユーザーは表示を断念して離脱してしまうという結果が出されています。AMP に対応している場合、通常のコンテンツよりも8分の1程度のデータ量に減り、ほとんどの場合が1秒以内に Web ページが表示されます。つまりユーザーの離脱を防ぎつつ、さらに Web ページ表示にかかるデータ量も減るので、一般ユーザーにとってはメリットしかありません。デメリットはコンテンツ提供者が AMP を導入していないと表示されない点と、ウェブページの構成に制限が設けられているのでリッチなページ表示にはならないという点です。とはいえ、あくまでもコンテンツは一般ユーザーのためになる内容であることが望ましく、今後のコンテンツ拡大に向けても AMP の導入が推奨されます。これまで述べた通り、AMP は検索結果から Web ページの表示までを爆速にすることを目的としたプロジェクトなので、一般ユーザーは特に何も気にすることなく、これまで以上にブラウジングを快適に行うことができます。Google 検索を行った際に検索結果で AMP マークが表示されているコンテンツは爆速で Web ページが表示されるので、もし見つけたら試しに開いてみてください。また、モバイルネットワークを利用している場合は AMP 対応のコンテンツを優先して開くことでデータ使用量を抑えることもできます。以上、2016年10月より日本でも本格的に開始された AMP についての解説でした。